では大石悟さんです。演題はシミュレーションによる被害推定から始まる減災です。堀内さんと同様のデジタルツインですね、コンピューター上で南海トラフ巨大地震を実際に起こしてみて、実際に起こりうる複合災害を予測、被害の推定を行っています。こちらも質問やコメントをスライドゥにて受け付けています。アプリのスライドゥにて書き込みをお願いいたします。それでは大石さん、お願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました神戸大学都市安全研究センターおよび理化学研究所の総合防災減災理化学研究所計算科学研究センターの総合防災減災研究チームの大石と申します。本日はよろしくお願いいたします。ではこのようなタイトルで、始めたいと思いますが、まず自己紹介に変えてですね、番組宣伝を2つ。一つはですね、去る1月17日に、放映された NHK スペシャルでですね、話をさせていただきました。ここに映っているのが私で、この後お話しさせていただく神戸丸ごとシミュレーションの説明をしました。明日ですね、3月11日の夕方4時50分からの読売テレビ関西情報ネット10で、3月11日ということでですね、東日本震災に関連したお話をさせていただくということで取材を受けましたので、よかったらご覧ください。で、いきなりですけれども、まずシミュレーションから始まる被害推定のですね、被害推定についてお話しさせていただきます。これはですね、シン・ゴジラという映画があって、そのシン・ゴジラでですね、の映画の中で、被害はどれくらいあったのかということを推計した雑誌の企画がありました。で、どうやって推計しているのかということをですね、記載されていたので、少し読んでみてですね、で、皆さんに紹介したいと思います。ダイヤモンドという雑誌ですね。で、基本的にはですね、日本政府が行った、首都直下型地震シミュレーションのうち、都心南部直下地震、シン・ゴジラがですね、この湾岸地域を、襲撃してますので、都心南部直下地震についてのシミュレーションで、正式な名称は首都直下地震の被害想定と対策についてという、こういう資料があって、それをですね、日赤基礎研究所の方がですね、この資料を参考に被害推定を行ってました。で、今日の最後の方では、シミュレーションをして被害推定を行いましょうということを言うわけなんですけれども、この方はなぜそのシミュレーションを行わなかったかというと、シミュレーションするのが大変だからです。で、大変という意味には2つあって、そういうシミュレーションがその学問上ですね、全くできる余地がないからということと、シミュレーションすることに結構時間とお金がかかるから、特に時間がかかるからということの2つの意味があるんですけれども、この大変は後者の方ですね。時間がかかるからやってないということなんです。もう少し詳しくこの方の算出方法を見てみましょう。都心南部直下地震による資産被害というのは政府資料より 47.4 兆円という形が出ています。で、シン・ゴジラがですね、通った軌跡、歩いたところですね、歩いたイコール壊したということなんですけども、壊したところというのは、分かっていますので、そのですね、建物の面積で、比率を取っているというわけですね。で、一方で、この被害、丸1はですね、東京やその周辺全部を含んでますんで、それに対して、このシン・ゴジラが歩いた場所は、大体5倍ぐらいですね、
資産が集中しているだろうということで、この面積にかけたものに5倍してるんです。なんで5倍なんですかというと、そこは大体ということで、工学者はですね、大体こういう時に、えいやと決めたというふうに言うわけなんですが、このえいやというのはですね、結構やっぱりくせ者だと思うんですね。それから、経済活動への影響は、首都直下地震とですね、同じにしましたということで、大体60兆円という桁を出しています。このようにですね、ゴジラ自体は不明物体なんだけれども、破壊される都市っていうのは分かってるわけですから、実際には被害というのは推定できるわけなんですね。で、そういう被害をですね、このような割合で推定するんではなくて、もうちょっと、いい方法で、それをフラジリティカーブと呼んでいますが、その推定の方法があります。で、フラジリティカーブに関する教科書等を読むとですね、結構難しくて、ちょっと嫌になる感じがあります。でもせっかくですんで、ここで解説させていただきたいと思います。一般的にですね、何か地震が起きたら、この地震動の大きさが横軸で、縦軸が損失率と書いてあるんですけども、地震が起きたらですね、その起きた地震に対して、被害の確率密度、すなわち何割の建物がどんな損失になるかということは、計算しようと思えばできるわけです。で、その確率密度を計算するということをせずにですね、フラジリティカーブを使うというのはどういうことをしているかというと、損失率が 0.2 よりも大きくて、0.5 よりも小さい建物の割合は 0.6、60% ありますということを算出するわけですね。で、一方で 0.5 よりも損失が大きくなるものを、20% という形で算出するわけです。で、この 60% の建物が、0.2 の確率でですね、損失すると。で、50% の、すみません、20% の建物が 0.5 の確率で損失するということで、全体のロスはですね、0.22 になると。こういう計算をして、このフラジリティカーブ、この、損失っていうのが分かるわけです。すなわち、この地震のですね、先ほど見たこのダメージ曲線、確率でですね、からですね、このフラジリティ曲線を引いて、で、地震ダメージ関数を出すということをするっていうのが、フラジリティカーブの、使い方ということになります。ですが、この説明していてですね、少し思ったところはですね、0.2 より大きくて、0.5 より小さいのを0. が、そういう建物がですね、損失がですね、そうなるのが 0.6 だというふうに言ったんですが、その中には損失がですね、0.2 のものもあれば、0.3 のものもあれば、0.4 のものもあるということですよね。だから、ここ全部まとめちゃいけないんじゃないですかと思うわけです。それよりも、0.2 の時にはいくら、0.3 の時にはいくらと計算した方がいいんじゃないかなと思うわけですね。で、理系の方は、ここで、それは簡単ですよと。アルファをパラメーターにして、ここを積分すればいいだけですというふうに思うわけです。文系の方でですね、理系文系で分けないと方がいいかもわかんないです。そういうなんか積分とか言われたら嫌になってしまうような人にとっては、もっと分かりやすくて、一棟一棟ですね、建物がやられていくの、その被害を計算すればいいだけなんですよね。ということで、シミュレーションによって
直接被害を計算するということをしてやればですね、非常に分かりやすいと思うわけです。それが私が言う、推定やフラジリティカーブからシミュレーションに持っていこうという考え方です。で、災害がですね、発生することを予測するのは難しいです。しかし、災害が発生したらですね、どうなるかっていう予測はできるわけですね。ゴジラがいつ来るかということは予測は難しいんですが、ゴジラがどう歩いたらですね、どのくらい災害が起きるのかということは計算できるわけです。そのために必要なのは、先ほどのお話にもあった、街をですね、全体をデジタル化する、データにする、デジタルツインを作るということです。そこに災害の概力を与える、持ちこたえる建物もある、壊れてしまう建物もある。壊れてしまった建物がどのように生活に影響を与えるか、要するにいくら壊れちゃったかということを計算すればいいと。それが私の考えるシミュレーションによる被害推定です。非常に簡単。で、この図はある都市にですね、南海トラフ地震の、強いやつが来た時の建物の最大相関変計画、すなわち、揺れと言っているものですね。を表したものです。で、揺れ、ある地震が起きたら、どのくらい揺れるということは、こういうふうに計算できるわけですね。で、これらの建物は一棟一棟ですね、きちんと何階建てでということが入っていますから、それに応じた揺れをしているというわけですね。では、従ってすいません、ちょっと端折りましたね。この一棟一棟が、この揺れでどのくらいダメージを受けるのかということが計算できればです。それを全部足し合わせれば全体の被害になります。で、ここがやられたことによってですね、困ってしまうような、そういうことがあればです。他の人が困る。例えば病院なんかだと、多くの人が困る。そういうものも直接そこに来ている患者さんの数、そういった形で計算できるわけです。これがデジタルツインを使ってシミュレーションするメリットです。では、地震のシミュレーションに使う都市のデジタルツインの準備方法です。これは先ほど堀内さんのお話にあったですね、地震で建物が揺れるというところを、計算する、あるいは実験結果をもとに計算を行うということなんですが、この1個ずつの建物がどんなふうに揺れるのかということを計算するためには、構造、建物が何階あるかというフロアの数、そしてフロアの面積、こんなものからですね、計算できるわけです。ですが、1棟の建物だけでは不十分です。それは、もう私たちは社会の動物なので、自分の服、食べ物、住まいだけじゃなくて、他者との関係が大事です。それを最近メディアではですね、医療、職業、住居というふうに呼んでいます。それが町全体が必要という根拠なんですね。で、この町全体をシミュレーションするためには結構面倒なことが必要です。で、これは地図ですね。で、地図とそれから行政が持っている地盤参照図というものを組み合わせて、座標の中にですね、どの地盤があるのかということを、調べてやらないといけないわけです。で、この地盤参照図というのは、よくて PDF、悪いと紙です。ですので、この紙の中のですね、この区画にある地盤がですね、何区何丁目5の21番地というのをコンピューターが読み取ってやらないといけない。で、この区画がこの地図の中でどこに当てはまっているのかってことをですね、紐付けてやらないといけないというわけです。さらに、この地盤とですね、資産税台帳という行政のデータを結びつけてやることによって、あるところにある建物が昭和34年の
2月10日にできましたよっていうような、そんなことがですね、分かってくるというわけなんですね。まとめるとこんな感じになってですね、地図、地盤参照図、資産税台帳を組み合わせることによって、緯度経度上にどんな建物があるのか分かるというわけです。で、そのキーになっている地盤参照図は、コンピューターには読み取りにくい、いるフォーマットなデータになっているっていうところが問題なわけですね。そこで私たちが開発したデータ処理プラットフォームの出番です。このデータ処理プラットフォームは、複数の情報からデータを抜き出して、一つの情報にデータ変換、データ相互する、データ統合を行うという仕組みになっています。それによって地震シミュレーションや津波、水害シミュレーションができるわけです。ここについては、この次にお話しする田丸さんがですね、非常に詳しくお話ししてくださいますので、私は割愛します。私たちが作ったある町のですね、デジタルツインです。一棟一棟の建物にですね、緑色をしているものに全部データが入っているわけです。理化学研究所の計算科学研究センターは、2010年5月31日にできて、6階建てで、鉄筋構造で、フロアの面積は、すみません、24メートルあってということがですね、全部、分かるわけですね。このような情報を一つ一つの建物、で神戸市全体だと40万トンの建物が全部持っているということになります。すなわち、データをシミュレーションを通して意思決定、被害推定していくために、今、ここが難しいけれども、難しいっていうのは労力がかかるという難しさであって、それをコンピューターの力で、あるいは優れたデータ変換のですね、ソフトウェアを作った、人の力を借りて、今、成し遂げようとしているというわけですね。でそれによって、こういった形の建物の揺れの予想ができると。揺れが分かれば被害が分かるという形です。でここまでが、建物で説明してきましたけれども、この未来防災のワードの中にはですね、経済活動というものが入ってきます。で経済活動を支えているのは公共構造物。この公共構造物を3次元化してやらないといけないと、あるいはシミュレーションに使わないといけないということになります。公共構造物は古くからあります。それらのは、いわゆる設計図というものがあるわけですね。この設計図からデータを読み取ってシミュレーションに使うということに今トライしていくつかではできているというわけです。こちらは橋ですね。橋の設計図から、3次元可視化あるいはシミュレーションを行っているということになります。国土交通省が提供してくださったが手作りで作った、すごいコストがかかって、スマホのですね、カバーを1つ設計図から3次元モデルにするだけで約5万円かかります。橋1個シミュレーション、手作業で行うといったら膨大なお金がかかるわけです。私たちはそれを自動で行えるようにすると。それは設計図の値を自動で読み込んで、それらをデータの中に、モデルの中に与えるということをしたからです。手作業と自動処理をですね、重ね合わせても、ほぼぴったり重ね合うということになります。設計図の中には背筋といって鉄筋がですね、中にどれだけ入っているのかということも記載されていますが、非常に読むのが大変です。が、コンピューターはですね、1個ずつちゃんと読んでくれて、その感覚をちゃんと正確に出してくれます。したがって、この鉄筋の様子からシミュレーションに使うモデルというものを作ることができる。このモデルというものができれば、数値計算のシミュレーションで計算を行うことができるというわけです。形だけでなく、
X 方向、Y 方向、Z 方向の鉄筋比、難化係数というものが自動で算出されるようになります。これらはですね、理化学研究所と東大、前田建設、コムスエンジニアリングといったところが共同で行ってきたものです。で、どれくらいですね、コスト削減、あるいは労力削減につながったかということをお示しします。お示しするためにはですね、手作業で計算したものと自動で作ったものと2つを比較するという必要があります。で、その2つを比較するとですね、下表がこちらになります。手作業で行ったときに全体の工程を100、すなわち手作業で行うと100時間あるいは100日かかるような作業だったのが、DPP 自動処理を使うとですね、その4分の1で、実行が終了しています。特に顕著なのがプレ処理、すなわちモデルを作る部分、そこを9分の1に削減するということをしています。具体的に見ると、図面の読み込み、モデル作成、ここにですね、圧倒的に、スピードが速くなっているということがお分かりいただけます。すなわちこれによってデータからシミュレーションに変換するということの難しいという点の労力がかかるということをですね、削減できるようになるわけです。こうやって自動化してシミュレーションを行うと、シミュレーションの結果は皆で共有できますから、その対策をですね、皆で議論できます。ある橋が脆弱だと分かった。シミュレーションで分かりました。この橋ですということができるようになる。みんなが分かりますから、その橋が使えなくなるとして復旧計画を立てることができるようになる。補修すればいくらか、付け替えるといくらかといったことも、具体的に計算できるようになるというわけです。では最後に、富岳を用いた豪雨の方のシミュレーションについても少しお話しさせていただきます。豪雨災害というのも、難しいんですが、この図はですね、実際の豪雨災害が起きなくても、大体やられる場所は分かるということを示しています。この赤い場所は山の上の方で、この辺りが山の下の下流の部分なんですけれども、この青いものというのは、たくさんのシミュレーションを行ったときに、その変化がですね、ほとんどないというところが赤いところ、青いところになっています。赤いところはシミュレーションごとに値が変わると。すなわち山の上流部ではシミュレーションごとにですね、すなわち雨がどう来るかとか、地盤がどうだとか、よくわからない情報で値は変わるんだけれども、どんだけ上流の情報を入れてもですね、下流のある場所は大体やられてしまうということがわかるわけですね。このような形でシミュレーションを使うと、最大値とかを使わなくても、ここは大体やられますよということが分かってくるわけです。これまでの研究と決定的に違うことは、経験ベースで被害を推定するんではなくて、物理ベースで被害を推定するので、未経験の災害への対応が可能になるということです。で、それはですね、複合災害に適合して、第2の災害での被害を防ぐということにつながります。多くの方がご存じないかもしれませんが、関東大震災の2週間後にはですね、実は翌日と2週間後に大きな雨がですね、関東地方を襲っています。御殿場で161ミリ、この辺りで200ミリ、で、この伊勢原市というところはですね、伊勢原市というところでは、このような災害が起きているわけです。これは、すなわち関東大震災で地盤が弱くなったところに雨が来た。この時には、そうなると分からなかったんで、多くの方が被災しました。しかし、複合災害のシミュレーションをしておけばですね、関東大震災が起きた直後にですね、こういうことがあり得るということが分かる。それが
複合災害の被害シミュレーションというわけです。以上で私の、発表は終わります。どうもご清聴ありがとうございました。大石さん、どうもありがとうございました。私も阪神高速道路さんを取材させていただいたことがありまして、実際にその地震があったら橋や道路がどう揺れるのか、これをもう活用がもう始まっているんだなというのを感じました。そして皆さんから多くの質問が届いています。いくつかご紹介させていただきます。地盤のどの質問にですか。例えば、丈夫な建物を建てるか、安全な場所に住むか、その判断もシミュレーションでできますかという質問です。はい、判断はシミュレーションではできないです。ただし、判断の根拠になる材料はシミュレーションでお出しできる。丈夫な建物を建てる。その建物を建てれば南海トラフではこうなる。今はこう、それに対して予算に投資した額に応じて、このくらいの安心が得られる。高いところに住む。それによって津波の被害はこれだけ減る。ということはお示しできるんですが、そこから先は皆さんが判断して決めることです。で、先ほどのその堀内さんの都市 CPS という概念の中でですね、私も非常にいいことだと思うんですけども、皆がですね、その情報を共有し合うことによって、その適切な都市ということが生まれてくるんではないかなというふうに思うわけですので、皆がですね、シミュレーションに応じた判断を行って、自分はこういう判断をして、こういう建物が建ったという形のものをですね、共有できれば、それに応じた次の投資が生まれてくるというふうに考えています。ありがとうございます。一つの指標、参考にということだと思います。では次はこれですかね。都市のデジタルツインでのシミュレーションを行う場合、街の広さなどにもよると思いますが、どれくらいの期間がかかりますか。シミュレーションの前提によって異なるかと思いますけれども、例えば神戸市全体、東京23区などですという質問です。はい、びっくりするかもわからないんですけれども、非常に建物だけをですね、あの形で、データを、都市丸ごとのデータを作るということについては、もう2時間とかですね、で実行できます。東日本全体6000万棟を行うのに、一晩で、実行したという例もありますので、今そこにかかる労力というのは、ぐっと減らすことができます。はい、例えば住民基本台帳、入力とかの作業もこういうのもスムーズにいくということですかね。入力する必要はないというところがポイントで、データを直接コンピューターが読んで、それで組み合わせをコンピューターが弾き出してデータにするという形をとっているので、データさえ丸ごとですね、ガサッとあるコンピューターのハードディスクの中に入れてあれば、それを読みに行くということです。パソコンが自動検索するのと大体同じだと思っていただければいいかなと思います。ではもう一ついきます。地盤の情報の話がありましたが、空間分解能、すなわちですね、何メートル四方の範囲、これ同じ情報なのでしょうかという質問です。私たちが行った地震のシミュレーションでは、地盤の空間分解能は5キロです。もっと細かくしたいと思っていますが、現状ではその5キロのデータが入手しやすかったので、5キロで与えています。それを、計算の分解能、建物レベルにですね、落とした計算を行っています。もう一つぐらいいきましょうか。データ処理プラットフォームのデータがシミュレーション以外で活用される場面はありますか。例えばこれ不動産にも大きく影響してくると思うんですが、この辺はどうでしょうか。ぜひ活用していただきたいと思うところです。私たちはどうしてもシミュレーションからスタートしておりますので、シミュレーション以外での活用ということをですね、考えにくいんですけれども、
この未来防災などを通じてですね、こんな活用の仕方があるというふうに教えていただければですね、ぜひ使っていただいて、役に立ってもらいたいなと思っています。で、一つはその不動産ですね。あるいはビジネスにおける支店とかですね、工場とかの関係をですね、見える化するみたいなことにつながっていけるんではないかなと思うわけですね。例えば機械の工場で一つ一つの部品がありましたと。その部品を追っかけていって、例えばネジ1個はここの工場で作られてますというところまで、原理的には追うことができるので、そうすると追いかけたいわゆるグラフ構造からですね、その車1台が、どこから部品が集約されてできているのかということが原理的には見えるようになると思います。はい、どうもありがとうございます。次のテーマ、民間活用ということで次につながるテーマだと思います。大石さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。